この地球上で最も静かな海の秘境パラオ。青い海に浮かぶ宝石のような無数の島々。今日は僕たちがパラオの船の上で1週間過ごした Vlog をお届けします。こんにちは。サラリーマンを辞めて夫婦で世界旅行しているゼオキョの冒険です。このチャンネルでは一生に一度は行ってみたいっていう場所を全て回ることを目標に世界各国の絶景をお届けしています。今日訪れたのは500以上の島々が織りなすエメラルドグリーンの世界、パラオです。美しいビーチに青い海、手つかずの大自然を楽しむことができる楽園で、魚群も多く見ることができるから、ダイバーの聖地として世界中のダイバーの憧れの場所でもある。実は日本とのつながりも深く、世界でも珍しく日本語が公用語となっている州もあるほど。今回の冒険ではその美しい楽園のパラオをフォーシーズンズが運航している船の上で1週間生活しながら巡った特別な旅の様子をお届けします。2025年には日本から直行便の飛行機も再開する予定なので、秘境のリゾートでゆっくり過ごしたいっていう人はぜひチェックしてみてください。 Vlog の前にパラオの概要なんだけど、場所はここフィリピン海に浮かぶ500以上の島々からなる国で、人口は2万人程度と人口密度が低いのが特徴。公用語は英語とパラオ語なんだけど、日本語を知っている人もかなり多い。韓国や台湾とは違い、日本人向けの観光業のために現地で日本語が覚えられたわけではなく、歴史的な背景があり日本語を覚えたっていうから興味深いよね。日本人同士で大丈夫とかありがとうっていう言葉を使ってると、現地の人たちも知ってる単語だ、本物の日本語だって嬉しそうな顔をしてみんなリピートしてくれたのが印象的だった。この詳細は Vlog の中で紹介しようと思います。今回僕たちの冒険はフォーシーズンズエクスプローラーパラオっていう船に乗ってパラオの島々にある絶景スポットや海中のダイビングスポットを巡る旅。僕たちの冒険の中でもトップクラスで刺激的な旅だった。なんせ1週間生活するのがずっと海の上、移動は全て船、日中の半分は海の中というこれまでにない体験だったから、この旅行は本当に忘れられない思い出になったね。ということで前置きはこの辺りにして、静かな楽園、青い海の秘境パラオ、いってらっしゃい。本編の前にチャンネル登録といいねをポチッとお忘れなく。この動画はフォーシーズンズホテルズ&リゾートの提供でお送りします。Day1 パラオの到着日。今回日本からパラオへは台湾経由で乗り継いで到着。パラオに到着してからは安心のフォーシーズンズのお出迎え。いつもの旅先だと到着日はまずはホテルへチェックインとなるところなんだけど、今回の旅ではまずはパラオを探索中の母船と合流する必要があるんだよね。めちゃくちゃ暑いぞ。めちゃくちゃ暑いね。びっくりした。台湾も結構暑かったけどさ、それを超えてるよ。超えて暑いね。暑い。到着しました。パラオです。到着した。どんな旅になるか楽しみだ。楽しみだね。今回の旅は全く予想がつかない旅だわ。確か迎えが来てくれてるらしくて、ここでフォーシーズンズの方と合流っていう感じで。Yes. Nice to meet you. 最初からでもお出迎えしてもらえるのマジで嬉しいんだけど、安心感がフォーシーズンズクオリティ。前回のモルディブ編でもそうだったんだけど、フォーシーズンズはお出迎えの品質もめちゃくちゃ高いから安心感が半端ない。よーし、最高なのよこれが。これがね、いやーまたこれが体験できるなんてな。嬉しいね。嬉しいね。パラオ来て今回はいろんな絶景も見てくんだけど、パラオにすごい日本文化馴染んでるらしくて、ありがとうとか美味しいとか現地の人たちが日本語に日常的に使ったりして和食のレストランもかなりあるらしいので、そういったところも絶景とともに今回見ていこうかなと思います。ここからスピードボートに乗って15分ぐらい走ってフォーシーズンのクルーズ船に乗るらしいです楽しみだ楽しみだ。船に宿泊だよ。グッバイ。この島々があっちこっちにあって、この船だけでもすごい1個アクティビティぐらいの迫力があるね。あれっぽいね。ついに来ましたが、ドローン飛ばしてるすごい。到着ですね。
フォーシーズンズエクスプローラーパラオ。今回1週間パラオを巡りながら船上生活を行うのはこちらのクルーズヨット。特徴としては一般的なエンタメ重視の大型クルーズ船とは違い、乗客数は22名程度とラグジュアリーながらプライベート重視の空間。船にはダイビングギアや探索用の小型ボートが積まれていて、まさにエクスプローラー探検家たちのための仕組みが組み込まれている。またこの船はもともとモルディブで運航していたものを持ってきたもので、スタッフさんたちもそのままモルディブ4シーズンズからやってきた。個性あふれるホスピタリティの高い精鋭ばかり。案内してくれるスタッフさんたちはスキューバダイビングやフリーダイビングのライセンスを持っているだけではなく、海洋生物学者やビデオグラファーなどのスペシャリストもいて、ただラグジュアリーな時間を過ごすだけではなく、パラオの大自然を思う存分冒険するサポートをしてくれるからありがたい。He's Hassan.Nice to meet you, Hassan. Yeah, he always support us. Okay, this is Ike. Ike is your paparazzi? Paparazzi, yeah. He's a filmmaker. He can film underwater and he can fly drone anywhere. この後、船専属のコックさんやスタッフさんたちと自己紹介し合った後、この船のマネージャー、アボからの船内のご案内。普段は見ることのできない操縦室や、いつでも美味しいコーヒーをいただけるレストラン、素敵なお部屋には感動したね。わ、ここは。Hello. This is please meet Captain. Captain, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you, Sumi. ここが操縦室らしくて、結構本見せてもらえるのは貴重な機会らしいです。何これ、ちょっと映画みたいじゃない？インセプションの世界にありそうじゃん。確かに。This is your room. Yeah. So room number 1. わー。わー。すげえ。すげえ。すごいね。すごい。こりゃすごいぞ。こりゃすごいぞ。わー。Beautiful room. ドローンの映像はどうですか？やばい。これぞパラオっていう場所に今いるわ。ちょっと夕日やばすぎなんですけど。やばい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 。マジでやばい。いやもうやばい。これは初日からやばい。爆発してるね、良さが。やばいね、これは。うわー、最高なんだけど。ぶっちゃけさ、まだ何もしてないじゃん。夕日見ただけじゃん。俺らの感動具合やばいよね。やばいよね。船にも感動だし、景色にも感動だし、周りに何もないっていうね、贅沢ですよ。今パラオの19時なんですけども、日本と時差なんとゼロ。ゼロ。日本も今19時です。でとんでもない夕日見てぶち上がって、今もう体力ゼロなんじゃないかなみたいな。アドレナリン出すぎてね。そう出すぎて。ってことでね、まあ落ち着いてディナーをいただこうかなと思います。じゃあすみこちゃん。はい。お疲れ様です。はい、お疲れ様。チャーズ。デイ2パラオの探索。本格的にパラオでの冒険がスタート。この旅では天候や宿泊ゲストの滞在状況に応じて次の目的地を前夜までに決定。翌朝そのまま船で移動してスポットを探索するという流れ。アクティビティは主にサップや朝ヨガ、ダイビング、シュノーケル、観光ツアーなど多彩で、毎日変わるスポットの中で自分が興味ある枠を選んで参加するという方式。パラオといえば何といってもダイビングがしたいという人は朝から晩まで思う存分潜りたい放題。プライベートなダイビングツアーを堪能することもできるし、海を眺めながらゆっくり過ごしたいっていう人はシュノーケルやサップ、船でお菓子を食べながら休むなど、自分の好きなように贅沢な時間の使い方ができる。さらにその夜には1日のダイジェストムービーを仕上げてくれて、宿泊者全員で鑑賞。ゲスト同士でどんな体験をしたのかシェアしながら旅の余韻に浸る時間があるのもこのツアーのユニークなポイント。はい、じゃあ初日の朝ごはんいただきましょうか。早速見てください。もう絶
景というかね、船なんでね、常に絶景を見ながら朝食をいただきます。ね、すごくない？船の上で朝食。いやー気持ちいいね。結構快適じゃない？そうだね、気温も快適、めっちゃ暑いわけでもなく、当然この船なんでね、屋根ついてるし、中入れば冷房もあるっていうことで快適な感じでね、朝食いただきましょいただきます。う。見て、このメニューの中から選ぶっていう、すごいね。アラカルトなんや。マジで高級ホテルだよ、さすが。確かにね、てか船の上でアラカルトが準備されてるってどういう仕組みなのか知りたい。ねトスープめちゃくちゃ美味しそうやな。見て、こんなでかいもん。すごい。丼みたいな。こんなさ、パラオの海の上でさ、こんな高級味噌スープ飲めると思わなかったね。今日見て、美味しそうな貝が入ってる。ね、そうそうそう。パラオは結構こうシーフードが名産らしくて、お魚とか貝とかすごいね、美味しいらしいんでね。テンション上がる。ね。Thank you so much。はい、今日の Day1 最初のアクティビティはシュノーケルということで、今から船に乗り込んでシュノーケル行こうと思います。めちゃくちゃ綺麗やな、海。やばすぎるぞ。すげえ綺麗。めちゃくちゃ綺麗。半端ないね。この日の午後は憧れ続けていたダイビングの聖地、パラオの海でのダイビング。僕たちにとっては2年ぶりのダイブ。海洋生物学者でもあるオスカーと一緒に、まずは感覚をゆっくり思い出すところから始めた。パラオの海は透明度がとにかく高く、目の前には信じられないほどの魚たちの群れ。気がつけばテンション上がりっぱなしで、あっという間に海の世界に没頭していた。はい、じゃあということで、今ですね、午前の2シュノーケリングが終わって、午後は1ダイブということで、ここからダイブセレクションに入っていこうと思います。午前中に2回シュノーケリング行って、午後にもう1回ダイビング行くっていうのはね、本当にダイブの免許取った時以来ぐらいトレーニングしてた時以来なので、2年ぶりかな、だから。なのでね、結構体力使います。で、今はね、こう部屋で1時間ぐらい少しチルして、さっきランチでエネルギーを体に入れて少し休んで、この後ダイビングに行こうと思います。本当にね、このツアーもう飽きる暇なんてね、一切なく、しかも船に帰ってきたらこの豪華な部屋とご飯、ホスピタリティの高いスタッフさんたちが待ってるのでね、アクティビティで全力で遊んで、ここで全力で休むみたいな本当に全力尽くしなツアーかなと思うんで、午後もね張り切っていこうと思います。思います。Okay, goodbye. Okay, thank you. Yeah, great. Thank you. Day 3、ペリリュー島。ここは静かな青い海に囲まれた美しい小さな島。
一方で第二次世界大戦中に日本とアメリカによる激戦が繰り広げられた舞台でもある。現在も島内には当時の戦車の残骸や洞窟陣地の跡地などが残されていて、戦跡をたどるツアーは今ではこの島の観光の一部となっている。この日は自転車に乗りながらハサンのガイドのもと島を巡ったんだけど、美しい島の風景とは裏腹に戦争の傷跡が今もなお残る印象深い場所だった。到着。このウォーターボトルが実際にこの戦時中に使われたものらしいです。今もこうやってね保存されてます。今ここがペリリュートで一番高い場所に今登っていってます。ここも戦場の一部だったらしくて、最後殴り合いの戦いでもう死ぬまで戦ったみたいな、そういう場所らしいです。着いた。到着した。結構しんどかったね。でも景色はアホみたいに綺麗だ。すっごい綺麗。はい、じゃあということで今日はねペリリュー島のアクティビティが終わって部屋に戻るとこんな綺麗にルームメイキングしてもらってます。パリパリ。ちなみにルームメイキング、ハウスキーピングっていうのかな、ルームメイキングっていうのかな。ちなみにこのハウスメイキング、混ざった、ルームメイキング、ハウスキーピング、じゃあルームメイキングか。じゃあちなみにこのルームキーピングは1日2回行われて、今度午前中のアクティビティに行ってる間に1回こうやって綺麗にしていただいて、さらにディナーを食べた後に帰ってきたら綺麗になってるっていう感じ。最高ですよ。そう。お昼のベッドメイキングの時はこの大きいフォーシーズンズ枕があって、ソファーにしてくださいみたいな。寝る時はこれなし。そうそうそう。多分だけど、その想像によるとこうだね。チル専門家のぐったり専門家によるとぐでたまによるとこうlike this just like this でもう景色はね最高のオーシャンビューですよ。これやばいよね。もうマジでモルディブと変わんないね、正直。一緒だわ。一緒だよね。海の綺麗さはモルディブと一緒ね。そうそうそうって感じで、この後ランチをいただきつつ午後のアクティビティ楽しんでいこうと思います。綺麗すぎでしょこれ。やばっ。なんじゃこりゃ。俺ら今日いる場所マジ青すぎてやばいぞ、海が。すごっね。
パラオには陸上だけではなく海の中にもたくさんの名所がある。この日は先ほどの愛くるしいウミガメが暮らすタートルコープと潮の流れが生み出す海中の通り道ジャーマンチャンネルを探索した。海の中では潮が動くとプランクトンが集まり、それを目当てに魚群やマンタなどの大物たちが姿を見せるようになる。この日も流れは強く、僕たちは海底に膝をついてアンカーとロープにつかまりながら目の前に広がる壮大な海の世界を楽しんだ。デイ4、ジェリーフィッシュレイクとブルーコーナー。この日はパラオで最も有名なスポットの一つ、クラゲさんたちのたくさんいるジェリーフィッシュレイクと、午後には世界的にも知られているダイブスポット、ブルーコーナーを巡る旅に出た。はい、今までこの島の外行ったんですけど、今またこの島の内側に入ってきて、ご覧の通りパラオらしいこの小島たちのグループを見ることができるようになりました。今日はこの後にジェリーフィッシュ、クラゲがたくさんいるスポットに行って、そこでシュノーケリングをしようと思います。Oh my gosh。わあ、急にどうした？この日の天気は青空から突然のスコールまで目まぐるしく変わる空模様。小さな島々が点在するパラオらしいダイナミックな一日だった。すごいね、これこんな日もあんだ。これちなみにさ、外でもさっきランチ食べるかどうか悩んでたけど、これの中でランチしてたらやばかったね。こんななってんの今、やば。すごいやん、これ映画で見るタイタニックとかでしか見ないタイプのやつ。タイタニックの雨です。やば。ランチ召し上がれ。美味しい。下にトマトソースがついてて、お魚だけでも味ついてるし、お好みでここでつけてもいいし。なるほどね。これからジェリーフィッシュ、パラオですごい有名なクラゲさんがめちゃくちゃたくさんいるエリアに行ってきます。ただこのエリアは、時期とかあとシーズンによって全然クラゲさんがいない場合もあるっていうことなので、今日はねどんな調子かっていうのが気になりつつ行こうかなと思います。いや、どんぐらいいんだろうなと思って。どんぐらいいるんだろうね実際ね。本当にねそればっかりはね神の水を知るっていう感じで、僕ら幸運を祈ってまずは向かってみようかなと思います。今回はスタッフさんのハサンに加えてイスラエルから来たトラブルインフルエンサーの2人と一緒だったので、大雨の中でもみんなで楽しく冒険することができた。Waking up in a bed with my head on the chest that I don't even know, but I guess it makes sense, 'cause I know we both learned everything that happened last night, so just come back to bed. I wanna hold you, come back to bed. このクラゲさんたちは人を刺すトゲが退化してなくなっているので、一緒に泳いでも刺されることはないんだよね。ちなみに普段はこの黄金タイプのクラゲをたくさん見ることができるんだけど、僕たちが行った時には残念ながらその数が激減。黄金色ではなく白色のクラゲさんたちだけを見ることができた。地元の方々が観光客を制限して管理したことで、最近はゴールドクラゲの数も復活しているようなので、またいつかリトライしたいと思っている。
この日の午後は世界中のダイバーが憧れるスポットブルーコーナーへ。外洋と内海の潮がぶつかり合うこの海域には信じられないほど多くの魚が集まり、魚たちの楽園と呼ぶにふさわしい生命のうなりが渦巻いていた。魚群だけではなく色とりどりのサンゴも広がり、アドレナリンが爆発する時間だった。今日はね、世界的にも有名なブルーコーナーってとこに行ってダイブしようと思います。ここはね、本当にすげえ有名な場所で楽しみにしていきたいと思います。グッモーニング、グッモーニング、おはようございます。おはようございます。なんかナーバスなの？アリとビナーバス。なんで？なんかブルーコーナーってさ、すごい速いって言うじゃん。早いらしいね。大丈夫かなって。いやね、確かにすごい流れ早いらしいけど、魚さんがめちゃくちゃいるから、多分お魚さん見たら忘れると思う。忘れるかな。Take it easy. Catch breath。ダイビングの前には必ずインストラクターから潜る深さや潮の流れ、魚の種類など頭の中でイメージしやすいように図を使って説明してくれる。潜る前は少しナーバスになるんだけど、いざ潜ってみるとそこはまるで別世界。目の前に広がる海底の楽園に心を奪われ、日常のことなどすっかり忘れてしまうのがこの醍醐味だよね。We are going to go called Blue Corner. Blue Corner is actually a corner which is pointing out from the main reef. It's a very long main reef. There's a certain area whichマジ夕日超綺麗じゃない？マジックや。パラオマジックやね。すごい綺麗。すげえなマジで。あんなに雨降ってたとは思えない。ね、今日は特にさ、天気がコロコロ変わってさ、大雨降ったり止んで天気になったり、最後はこんなさ綺麗なさ、夕日が見れてね。そう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 。やっぱこう天気が変わりやすくて大雨降るから空気とか水が綺麗なのかもね。いやー、美しいです。全力で遊んだ最後はこの美しい夕日見て。ね、最高。デイ6、パラオの伝統ダンス、モド。女性たちが踊るこの伝統舞踊モドは、緩やかな手の動きとともに美しいハーモニーの歌声が響き渡る。旋律には土地の神話や先祖の教えが織り込まれ、体と言葉の両方で物語を表現していく。まさに歌い踊るパラオの文化の象徴。ここにこの日の朝は沈没船ダイビングからスタート。透明度の高いパラオの海で浮遊しながら船を見ていると、まるで宇宙空間を探索しているような感覚になった。はい、今日のダイブはなんと沈没飛行船に乗るっちゅうことで、僕たちにとっては人生初の沈没船ダイビング。周りに注意しながら陸上では味わえない海中の世界のスリルを楽しんだ。
そしてこの日一番驚いたのがここ、魚のクリーニングステーション。海の中にもまるで魚のエステサロンのような場所がある。ここは魚たちが順番に集まり、体についた寄生虫や汚れを小さなクリーナーフィッシュにお掃除してもらう場所。そしてなんとここではお魚だけではなく人間もクリーニングしてもらえるんです。海洋生物学者のオスカーにお手本を見せてもらいながら、僕たちも口を開けてクリーナーフィッシュのサービスを体験することにした。こんな海底で生き物と直接触れ合える、そんな希少でエキサイティングすぎる体験に声が出るほどテンションが上がったね。これがパラオの伝統的な家屋らしくて、そこにあるのがオリジナルのやつを一つあるらしいです。そして今日のメイン、パラオの伝統ダンスモットがスタート。またこの日は6日間同じ船の上で共に冒険してきたインフルエンサーの女性2人とダイビング好きのダンディーなインドの紳士とのお別れの日。普通のリゾートホテルとは違い、4シーズンズの船上生活では宿泊者やスタッフさんたちとめちゃくちゃ仲が良くなるので、チェックアウトの時にはみんな寂しく泣いて別れを惜しんでいたのが印象的だった。別れの時がずっとこのメンバーで過ごしてきたもんね。マジで相乗りみたいだねこれ。グローバル相乗りだ。俺らはもう一日すごい寂しいね。だってさ、この5人だけで過ごしてたからさ、シュノーケリングしたりダイビングしたりね。でみんなさ個性あってさ、やりたいことがはっきりしててさ寂しくなるな、静かになるな、あの船がね。グッバイグッバイ Thank you。 もうみんな大満足の証だよねこの感じこれ大成功以外の何者でもないやろあれは。ラストデー、貸し切りクルーズ船、ついに来てほしくない最終日。昨晩別れた3人の仲間たちは1日早く帰国したので、この日はスミちゃんと僕だけのクルーズ貸し切り状態になった。じゃあね、今ね、ご覧の通りこのお部屋のね、廊下なんですけども、ここで今 Vlog を撮ってます。で、なぜかというと、普通はね、今時間が20時ってことで、こんなとこで撮ったら、ここね、普通に客室なんで迷惑かかるでしょっていう話なんですけど、なんと迷惑はかかりません。なぜなら今泊まってんのはスミと俺だけだからでーす。うー貸し切りこれすごくないですか？明日まで貸し切りです。なんと2人しかいないんですよ。これから何しちゃろうかなっていうのを。今日オールだよね。そう今日夜長いよ。長いよね。寝させないよいや、そう、好きなことを好きなだけやっていいとのことで、2人でいろんなアイデアを考えながら最後の時間を楽しんだ。これみんながこの状況だったら何をしたいかな。はい、じゃあ今から空の旅に行こうと思います。いってらっしゃい。レッツゴー。Surrounding me, baby. I'm sure we lost track of time.
you. Thank you so much. Goodbye.あ、寂しいね。こんなに寂しい別れがあっただろうか。そんぐらい楽しかったことだよ。いやー楽しかった本当に。ね。Deep inside of my wildest dreams, by my side when the sun goes down. 最高の大自然と刺激的な時間をたっぷり堪能したパラオでの冒険いかがだったでしょうか。本当に毎日が充実しすぎて旅立つのが寂しくなるような時間だったね。次回のゼロキューの冒険は氷河が削った壮大なフィヨルド、映画のような絶景が連なるロードトリップ、そしてどこまでも続く星空の下での静かなひととき、ニュージーランドです。この動画が参考になった方はいいねとチャンネル登録をお忘れなく。人生にリハーサルはない今が本番、一度きりの人生本番戦を全力で楽しんでいきましょう。So do you think what should we do on this ship? So because we are only two of us on the ship. You can do anything you want. Yeah, so we can do anything. 何しよう本当に。まず何をすべきかな。あ、まずそうだね。そういうとこから始めようか。確かに廊下を走るとこから始める人間。あと踊っちゃいけないところで踊るとか、やっちゃいけないことをやろう。そうだね。あ、それいいね。OK。じゃあちょっとやってみます。あ、イエーイ。Ladies and gentlemen。なんか今日僕らのために現地のシンガーが来てるんですけど、選曲が渋いんですよね。津軽海峡をなんと歌ってくれてるっていうでもちょっと聞いてよ。シェフ。ちょっといいよ、ちょっと続けて。グレイトシェフ。いやシェフを褒めたいの。シェフそっちいないんだけどシェフこっちいないよ。あっちどっちかって言ったらこっちなんだけど、シェフ。シーはムッセルのお味噌汁。しかもシェフ黙ってても来るからあー、まさかこんなラストが待ち受けてるとはって感じだね。じゃあ乾杯。2人の船にマジで2人の船だからね。二人きりだよ。ね。